はい、こんにちは、本田太郎です。こんにちは、北山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりました。はい、始めます。はい。早速ですけど、今日も私の持ち込み企画、はい、すみません、いつも持ち込み企画なります。はい。ありがとうございます。はい。で、今日話したいのは、はい。一般的なねことを話してもしょうがないんで、炭火焼きがね美味しいと言われる理由。はい、炭火焼きが美味しいと言われる理由、を説明したことがある人だったら、誰でもね経験がある。これねめっちゃくちゃ大変なんですよ。それすごく痛感しております。はい。私も痛感しております。はい。なんでこの炭火焼きが美味しい理由を説明するのに、苦労する理由について、ですね。そっち側、炭炭火焼きが美味しい理由をもう一段ね深掘っていきたいなというのが今日のお話のテーマになります。これはあれですね。大共感です。大共感ですね。知りたかった謎です。なんで美味しい理由を説明したときにピンとこないんだろうっていう説でしょ。はい。そんな話をね今日はちょっとしたいなと思います。お願いします。でちょっとあと大前提としてね、はい、僕ら炭屋で炭のね誰よりも扱ってきてるし、はい、炭についてね誰よりも考えてきてると自負がねありますんで、いわゆるねネットに書かれているような内容を蒸し返すつもりもないし、はい、これをね例えば炭火焼きを美味しいと理由をね調べてる人にもねが聞いてもね新鮮味のある内容にしたいなというのが一つと、あと今日の話もね何かね例えば料理人さんに直接なんか明日から役に立つって内容じゃないと思います。ただね何かこう刺激になってね、炭火の見方が変わったとかね炭火に対する考え方が深まったと思ってくれたらいいなという内容にしたいなと。めちゃめちゃ考えてくださってます。思ってます。これを見てくださってる方のことを、と思います。で、ちょっと後からは思い出していただいて、そうだよね。皆さんにはこのチャンネルのこと、なんでね、チャンネル紹介も改めてね兼ねてなんですけど、このチャンネルはね、炭火についてゆるく話すね炭火メディアですとチャンネル概要欄には書いてますけど、本質的にはね他にネットではね知ることのできないね僕らなりのオリジナリティのねある内容を心がけてねやっていきたいなと思ってますんで、もしね炭火に興味あるとか炭火についてもっと深く知りたいって方はねぜひねチャンネル登録していただきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。唯一無二の炭火チャンネル、オリジナリティのある内容を心がけます。最近再生数も上がってるみたいですね。そうだよね。ちょっと非常にありがたい。めちゃめちゃモチベーションにつながる、本当に。今日かな見たら最終回というか最新回のね、再生回数が61回ということでね、行きましたね。本当に一般的な YouTuber からすると笑っちゃうようなね、再生数なんですけど、僕らにとってはね非常に大きい数字です。ですね。本当に見てくれる方がね60人もいるっていうのはありがたいなと。いやめちゃめちゃありがたいです。本当に。引き続き頑張りたいなとモチベーションになってます。これからもよろしくお願いします。お願いします。でそうテーマに移りたいんですけど、行きましょう。今日はね炭火焼きが美味しい理由をね説明するのが、いかに難しいかってことをねちょっと深掘りたいんですけど、ヤマトの場合ねちょっと聞いてみたいんですよね。調べたり、自分で考えたり
炭火焼きが美味しい理由についてね調べたり考えたりしたことがあると思うんですけど、例えばインスタに書いたことがあると思うんですけど、どうでした？はい。難しかったですよねやっぱりね。難しかったですね。なんか、これ自分も説明してて、あれこれ合ってるかなとか、なんか、こう伝えてる相手を見て、あんまピンときてないなとか、あって、まあ、炭火の美味しい理由を説明するにあたって、いわゆる赤外線とか、灰とか、まあそういう言葉を使って説明してたんですけど、いまいち、やっぱりピンとこないしなーっていう、なんか、合ってるかなみたいな。伝わってるかなちゃんと、みたいな。あまりにもこうざっくりしすぎてるっていうか、そういう印象が自分の中にも多分あったのか、ちょっと難しいなって改めて、なんか悔しいなっていう感じでしたね。はい。なんで難しいんだろうっていうことさえもなんか理解できない。なんか難しいなっていう、なんか、はい。そんな感じでしたが。だよね。まあ今の話を聞いてるとね、はい。まあ要は、まあ調べたり自分の感覚、経験を頼りに書き出してみるんだけど、まあまとまらないっていうこと。と、あとはね、はい、自分で仮にまとめたとしても、その内容が自分でも納得がいってないっていうかね、まあちょっとふわふわしてる、半信半疑な感じってことだと思うんだよね。おそらくほとんどの方がそういう感覚になるんじゃないかなと思います。いやですよ。あんまり目にも見えないから。そうだよね。目に見えないしね。そもそも美味しいって感覚がね、結構ふわふわしたもんだし。ふわふわしてますね。で、まあ俺の場合で言うとですね。はい。当然炭火焼きを炭火をね研究してますんで、最初の頃にね当然ぶち当たる一つの壁の一つなんですよね。この美味しい理由を説明するっていうのは。で、まあ俺も当然自分の経験でも美味しいと思うし、パン焼いて美味しいとかさ、簡単なところでソーセージ焼いて美味しいとかさ、美味しいんですよね。バーベキュー美味しいとかさ、経験でもそうだし、まあ調べたわけです。はい。ただ俺の場合はちょっと脳科学とかね、神経とか、感覚のこともね、炭火をやる前にちょっと調べたりしたことがあったんで、まあ、やる前からねある程度ねこの美味しいって感覚を説明するのは難しいと。まあ理由はねこれですっていうことはまずできないだろうなっていうのはね見当がつくわけです。で実際調べてみると、まあ、まさに案の定ねこれ説明するのは本当に難しいなとやっぱそうなんだ思うんですよね。絶対に一言では言えないです。そうなんだやっぱり、間違ってなかった。間違ってないですね。葛藤でねこの難しさなんでかっていうと、あえてねもう一言で言うなら、まあ美味しいという感覚がね非常に複雑な感覚、人間特有の複雑な現象だからってことなんですよね。そんなものを一言でしかも文章で説明することはできないわけです。なるほど。食べて美味しいなって感じるまでのこの過程が複雑なんですね。かなり立体的なわけ、言ってみれば。まあ一つか要素を取り出してもそれに奥行きがあるわけ、実は。立体的にこうつながってるわけで、それぞれ関係しちゃってるわけ。こっちが変わるとこっちも変わるみたいな。なんでそんな立体的なものを文章みたいにね線上に置き換えることはできないんだよね本当はね。それをやろうと思うとどっかに無理ができるわけ。あれか。だから炭火にしか僕は注目して説明してなかったから、つながらないし、
繋がんない。あれなんですね。うん。立体的にいろんな要素を、うん。こう感覚の部分うんをこう混ぜ合わせなきゃ、うん混ざってるものを単純に考えちゃダメなんですね。そう。それを線上に並べるっていうのは難しい。無理なんですよ。そもそもね。あだから、そうか。説明しきる方はまずできない。はい。っていうのが大前提なんだけど、でもはい説明しなきゃいけないじゃない。ですよね。で、まあ俺も調べ、説明そう、は調べた。で、調べてみるとね、はい。まあ分かるのは、要は3つのアプローチがあるなってことなんですよ。 3つのアプローチ。で、ほとんどがね、まあ3つのアプローチ何かっていうとですね、炭木炭からのアプローチと、はい。要は食材、焼かれる食材からのアプローチはい。っていうのと、あとそれを美味しいと思うね脳とか感覚からのアプローチ、はい。3つのアプローチで説明されるんですよね。まあ、ネットのとか本の、美味しいと思う理由を、対別3つに分類すると、もうその3つの分類ができます。炭火、うん食材、脳。だからおそらくね、まあ綺麗にまとめるならその3つをね、バランスよくね説明していくのがいいんじゃないかなと思う。はいはいはい。例えばほとんどのネットの記事がね、まあはい炭からのアプローチしかないんだよね。まあ、炭にはです炭にはこういう効果があるとか、あれだ。肺の効果とか、はい。赤外線の効果とかね、正解のこと。はい。ほとんどがそのアプローチしかない。で、まさに僕が通った道ですね。はい。そうで、はい一方で、大学とかね、研究者の論文を見ると、はい。食材からのアプローチが結構多いですよね。食材が炭火焼きはね、他のガスとか電気と違って食材がこういう加工の状態になるから美味しいと感じるんだっていうね、食材の側から説明するパターン、アプローチが結構多い。まあ、具体的に言うと官能テストってね、匂いとかさ、食感、そういうのを官能っていうけど、まあそういうのをテストしてね論文として発表してる人も結構いらっしゃるよね。へー。ただネット見ると、説明の割合としてはもうごく少数ですね。あ、そうなんですね。ほとんどが炭からのアプローチ。で、もっと少ないのは脳。もっと少ないのは脳からのアプローチしてる人が本当少ない。へー。これはもう本とかしかね、まず見かけないよね。まあでも難しい話になってきますね。難しい話になるからだと思う。はい、より。はい。まあネットってね、基本的には一般の方が向けて書かれてるのがほとんどだと思うね。もともとはね、研究職とかね、研究者のためのね、ネットワークなんだけど、今は違ってね、一般向けに書かれるんで、本当内容としては少ないですよね。なんだけど、まあ、この脳からのアプローチ、感覚からのアプローチっていうのをバランスよくこう組み合わせていかないと、多分自分で書いてても納得いかないし、はい、当然読んだ人も納得いかないんじゃないかな。腑に落ちない。そうか、だからその3要素をうまくこう混ぜながら説明していく。そうのが一気じゃなくて、そう、はい、要は人間とか自然のことなんで、因果って言うけど、何が起こるかって原因一つなわけがないんだよね。確かにそうですね。言われてみれば確かに1対1の関係であるわけがないの、自然のこととか人間のことって。仮に原因ですね。仮に原因がいくつかに分かれるたとしても、その原因がお互いにこう影響し合ってるわけ、必ず。はい。うわ、かなり流動的っていうか、動的なもんなんだよね。常に動いてるわけだからそれを、瞬間を捉えて文章にするなんてまず難しいんだよ、本当に。そうですね。でね、一個そのヒントになるような本っていうのがあって、これピント合うかな。顔を聞き声を見るっていうね、
はい。顔利き、声を見る。これはコミュニケーションの話。へえ。いかにね私たちのコミュニケーションっていうのが多感覚はいで行われてるかってことなんだよね。まあ顔を聞き、そう声を見る。食べるってこともそうだし、そうそう。うんうん。例えばねまあコロナの時にね結構話題になったんだけど、口元をね隠して喋ると何を言ってるか聞き取れなかったりとか、はい、マスクしてて、そうくれてる。話すのに苦労するっていうかねストレスが非常に感じるってことが結構あったんだよね。へえ。要確かにではも僕もあったなって感じします。話を聞くっていう時にいかにね人間はその人の口元を見てはい。聞いてるか、要は聞く無自覚に。そう確かに。聞くっていう時もいかにこう視覚目が重要な役割をしてたかっていうことがねコロナの時に結構分かったんですよね、実感として。はい、で声っていうのもまあ要はそういうことだよね。口元を見て、声を見るっていうのは結構口元を見てね判断してるってこと、はい、だからマスクなんかしてるとねコミュニケーションが取りづらいっていうのはなんか思います、本当に笑ってるとかそう実感としてもあったと思うんだよね。はい、ありましたありました、ありました。そうでそうか、食べるとかね美味しいっていうのをねが難しいのもまあ一つにはねこれによって説明できるんですよね。美味しいってまあ五感の中の味覚を使ってるようだけど、そうじゃないわけ実際には。当然美味しい要素の中には視覚もあるしですよね。こう見た目から、見た目が、涼やかなり熱かったりとかね、だったり、まあ、聴覚ってねサクッっていう音だったりとか、食感とかそうこう焼いてる音とか、焼いてる音もそうだし、柔らかいのかね音がするかしないか、当然耳を塞いでね食べると分かるし、こうやるとより聞こえますもんね。で美味しいっていうね感覚の中にはね、まあ、味覚だけじゃなくて当然嗅覚がかなり大きいウェイトを占めてるってことはもう分かってるよね。匂いの要素っていうのは結構大きい、ですね。しかもYouTube で一時期流行った ASMR っていう、咀嚼音を取ってご飯食べてる YouTuber 結構増えたじゃないですか、そういうのもなんか五感というか、そういうあれを意識した動画ですよね。それで美味しそうに感じるわけよ。感じます感じます。見たり聞いてるだけで、いかに食べ物じゃなくても感じますもん、こうグラスに注いでるだけでも飲み物、そうだね、ビールとかね、美味しそうに感じるちゃうわけ、味わってないのに、しかも CM とかもそうじゃないですかビールの CM そうだね、確かにそう言われると口に入れてないのに美味しいと感じちゃうわけ、人間って感じちゃいますね、だからまあいかに人間のその感覚が、まあ、複雑っていうかね、まあ、五感で5つに分けちゃっているけど都合上いかにこう複雑にそれぞれが結びついてるかっていうことと、まあ、五感で感じたことをね脳が処理するんだけど、その脳だってその人の経験とかね、まあ当然その国とかさ地域とかさ、まあ、育ってきた環境だよね。それによってその五感で感じたことをよく解釈するのか悪く解釈するのかっていうのはあるわけ。やっぱ食べた慣れたね味が美味しいと感じるとか、まあよく言われるのがね、アジアは焦げを嫌うけど欧米の人は焦げをね、好むっていうかね、焦げに対する耐性が強いっていう、って言われるけど、まあ、地域によっても違うし、仮に同じ人だったとしてもその日の体調によって美味しいか美味しくないかなんて違うんだよね確かに確かにそうですね。だって大好きなものを毎回同じの注文して食べても体調とか天気だったり気温とか全然
あれ今日いつもと違うなとか、あるいつもより美味しくも感じるし、うんいつもよりもちょっと違うなって時もあるし、うんなんかそれで言うと母の味とかそうだね。馴染みのある経味じゃない、はい、そういうのも近いのありますね。験だから五感で感じたものをね、どうやって解釈するかって時に経験が結構大きいんだよね。ですね。ああだからさ、うん、そっか。そんなに複雑な美味しいっていう感覚をはい。一言で説明しようっていうのがまず無理なんだよね。無理っすね。はい。なんで、ちょっと時間長くなってきちゃったからまとめるとですね、はい。これ説明するのに苦労する理由っていうのは、はいそもそも美味しいっていうことをね取り扱うのは、非常にね人間の複雑な感覚を扱うってことなんで、複雑なものを扱おうと思えばね苦労するのは当然だってことなんですよね。はい。うんそうですね。うんなんかよく美味しさの秘訣を説明したいじゃないですか、人間って。うんだけど、簡単に説明しようとみんなするじゃないですか。なんで美味しいんだろうとか。一言でとかね二言でねはい言いたいよね。はい。言いたいですよね。うんコメンテーターとかもそういう人多いと思うんです。でも、やっぱ美味しいってすごい複雑で、いろんな要素が関わってるから、難しいんだなっていうのがちょっと今日、分かりましたね。美味しいの説明するのに責任が伴いますね。す責任だと膨大な知識だとかね、ごい。膨大な知識、そうですね。あとそれをまとめる、点をね書き出したとしてもねそれをまとめる力、はい。が必要なんだよね。はなんでこれ分かってる人はねこれに手をつけることはほぼしないわけです。い。はい。仮にやる以上大変だろうなと覚悟してやらないと、ああ、そっか。うんそうだな。確かにな。うんというしかも美味しいを美味しいって言葉を使わずに説明するのもすごい難しいですね。難しいですよ。はねい。うわもう一回まとめると、人間の感覚とかね、自然のことをね扱おうって時になんか分解してね要素とか原因をね一個一個書き出したところで、書き出してもね、その原因の一個一個の関係性っていうの抜け落ちちゃうんですよね、バラバラにしちゃうと。はい。関係ですね。はい。だから難しいものはね本来難しいまま理解しなきゃいけないんだけど、複雑なまま理解しなきゃいけないんだけど、なかなかねそれだと説明ができないんでね、いかにもこう堂々巡りになっちゃうっていう話です。なんでね、はい。今日は、炭火焼きが美味しい理由をね説明するのが難しい理由を、はい。ちょっとね深掘って話をしてみました。はい。ちょっとね難しい話になっちゃったかもしれないですけど、すごい、そういうことかっていう、はい。なんか、ちょっと向き合い方、美味しいへの、説明する難しさの、その向き合い方みたいなのがちょっと分かった気がします。そうだよね。今日のね収録時間を見てもねいかに難しいかってことが分かったと思います。いつもよりねかなり尺の長い動画になってしまいました。いやいや、もっと必要ですね、これは。非常に申し訳ない。次回ねもうちょっと短くまとめられる動画にしたいと思いますんで、来週もね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。